いただきありがとうございました。この曲は新テニスの王子様のミュージカル新テニスの王子様のファーストステージで歌われたファイトアゲインという曲です。これ私が聞いたのが2年前の今日2022年の10月10日でした。本公演を見に行ってなくて、このレボリューションライブ2022で初めて聞いたんですけど、特にこの曲が印象に残ってて、この曲1曲じゃないんですけど印象に残ってるうちの1曲で、すごい自分にとって不思議な、なんて素晴らしい曲なんだろうって、これどうなってるんだろうって、ほんと神秘的ですごい自分に刺さるし、この声のみんなの重なり方、中学生のメンツが歌うんですけど、最後の俺たち戦うからのこのみんなのハーモニーとかが本当に大好きで、弾けるようになりたいな、私もこういう曲作りたいし歌いたいなって思って、この曲弾けるようになろうと思って今練習してて、今日10月10日は私にとって大切な日なのでこの動画をアップしました。私はその2年前の10月10日のこの公演を見たことで、今やってるように音楽の道に行くことを決めました。決めたのはこの日じゃないんですけど、音楽の道に行こうって思うきっかけとなった出発点の日が10月10日でした。このね、ライブのその凄さっていうのはもちろん伝えたいんだけど、なんかやっぱりその伝えるのを諦めてるとか放棄してるとかそういうわけではなくて、なんかこのね公演の例えば構成とかこの演出とか役者さんたちのもちろんね人生をかけて掴んだ役でのこの輝きとか楽曲のこのキャッチーな感じとか、その観客のみんな、私たちみんなが持ち込んだ熱量の大きさとか、もちろんそういうのが素晴らしいんだけど、でもきっとこういうみんな好きな例えばアーティストとかアイドルとかスポーツの試合とか見に行った時とか、やっぱりその見に行く自分、私本人のそのなんて言うんだろう、本人がその時どんな気持ちでそこに乗り込んだかっていうのが結構この公演の感想とか印象を決めると思うんですよ。っていうのでいくと、やっぱり私がここが良かったっていうのは私にとって良かったっていう、その時の私にとって最も必要だったものがあったっていうのと、この作品としての素晴らしさっていうのが分けて語ることになるから、ちょっとここではこれ自体の良さっていうのは触れないことにするんだけど、本当に、初めて見た新テニメはその2ヶ月前に3ヶ月前ぐらいに初めて見てて、新テニメは初めてで、私は徳川和也くんのね徳川和也くんのが好きだから、和也くんが出るミュージカルのライブやるってなって、どんな感じなんだろう、でも楽しみだなと思って、初めて見に行くし、そういうライブ自体も初めてだし、とにかくただ楽しみで、自分でね T シャツとか作ったり、その洋服も新しいの買ったり、それで行ったんですよ。
でレボライ5日間ぐらいやってて、最終日が今日10月10日だったんですけど、10月6日とかから多分やってたんですよ。で初日と大千秋楽のチケットを取ってて、それがね行けるスケジュールだったのもありがたいんですけど、その、合計4公演かな見たんですよ私は。で、一番最初行った時はすごいもの見ちゃったみたいな。で曲も初めて聴く曲あって、それが結構好きだったんです。侍とか俺の天意無法も多分、どっちだろう、侍とか、その何今までのテニミュファーストセカンドサードで使ってた曲はもちろん初めて聴くし、俺様のビギニブギウギとか聴くし、この今日ね弾いてるファイトアゲインも初めての曲だし、出てくるみんなともねDVD でこのテレビの画面越し以外では初めてだし、こんな大きい会場で何かを見るっていうのも初めてじゃないけど、こんなに鮮やかに見えたのはそうあることではないしっていうので、本当に楽しかったの。ペンライトとかもね振っていいし、調べてもらったら出るんだけど、そのテニミュのこのレボライの公式のペンライトがこの物語の原作の中に出てくる松明、この木にこう火がついてるこういう松明型のペンライトとかあってそれみんなで振ったりする空間だったんですけど、本当に楽しいし、あと生音っていうのかな、金松さんと黒沢さん演奏してて、そのなんて言うんだろう、音のきらびやかさっていうか、一個一個なんて言うんだろう、ぶつ切れっていうわけじゃなくて、はっきり聞こえて、もう鳴ってるっていうか、本当にガラスが砕けてさ、吊るされてるみたいな、こういうさガーランドみたいなあるじゃん、そういうイメージなんか本当にキラキラしてて、だけど低いさ重厚感のある音とかも鳴ってて、その音がすごい気持ちよかったんだよね。でその歌ってる、もちろんね一番は歌ってる人たちの生の声がこう振動が来る感じがすごくていいのと、ほんとみんなかっこいいのと、あんなよく動きながらできるなっていうのと、その日ならではの、ギャグっていうか、なんていうの、ネタみたいなところがあったり、本当楽しませようとしてくれてるんだなとか、なんで私はこれに感動するんだろう、私はこれのどこに感動してるのかっていうのがあんまりわからないくらい、もうすごいみたいなだったり、これがこうミスなくこのテニスのラリーのパターンとかできるようになるまで練習したところを想像すると、すごい稽古の量なんだろうなと思って、それで感動が呼び起こされるのかなとかいろいろ考えてて、初日の感想はそれなんですよ。でその日金曜日で、土日って予定ないからチケット取ればよかった今からでもと思って、で実際日曜日急遽取ったんですよ。こんなの逃すわけにはいかないと思って、人生でそう何回もあることじゃないから、舞台もこういう私の今日一日もその日だけだから、いやもうこの日を逃しちゃいけないと思って、追加でチケット買って、譲っていただいて見に行って、でその曲をね、何の曲だか分かんないから、私には聞いたことある曲以外は
なんかどこの曲なのか、その昔の曲だっていうことも知らないから、侍とかがファーストの曲なのか、そのまさかもっと前の曲だとはその説明を聞くまで知らなかったから、あの曲もう一回聴きたいから行きたいみたいな感じで行って、で、まあ、楽しかったんだけどなんか日曜日最終日の前の日の公演を見て、なんかやっぱ悔しいなって思ったんですよ。2階席、そういうのがなんかアリーナ席っていうのかスタンド席っていうのかとか、そういう言い方全く分かんないんですけど、とにかく2階か3階か、2階っていうのかな、多分2階にいて、この、張り出してるステージ、なんかすごい変なステージだったんだけど、アルファベットの I みたいななんだけど、そのステージとかを見てる時に、アルファベットの I じゃないか、全然違うわのを見てる時にすごい悔しくて、なんかこんなに光の中で輝いてる人たちがいるのに、私ここでマジで何してんだろうと思って、なんかこんなことしてる場合かとは思ってないけど、なんか本当何してんだろうっていうか、なんで私はそこにいないんだろうと思って、なんかなんか私そこに行ってもいいのになとか、私そこの正面に立ってるんじゃないのみたいな思って、それがさも当然のことに思えたんですよ。思ったっていうか当然のことだったんですよ。思ったっていうかなんかだったんですよ、その時私にとって。だけどなんでこんな2階席のこの角度からこのステージを、このね光がこうやって舞台にこう集中してるのを見てるんだろうと思って、そしたらなんか急にでもないけど悔しくなっちゃって、でなんか本当に私小野健人君徳川和也君役、もちろん和也君やってるから和也君が好きなのと、小野健人君和也君役やってる小野健人君を注目して見てたわけなんですけど、その健人君の曲の時、俺たちのメイクアゲームっていう主人公の龍馬くんと和也くんが打ち合いする曲の時に、めちゃめちゃ楽しい曲なんだけど、なんかその時になんかマジでなんか悔しくて、楽しんでるどころじゃなくて、一番なんかノリノリで、ね、好きなキャラクターがあの出番なんだから、一番ノリノリでペンライト振りたいとこなのに、なんかだからこそなおさらなんかもうそれどころじゃなくて、この公演を見てました。だからなんか公演4回ぐらい見てるんだけど、正直4回も見た感じはしないんだよね。なんかあんまり記憶がないっていうか、楽しんだんだろうけど、なんかそんな感じじゃなくて、でこんなに楽しい場所だし、ここに来れることがまず幸せなのに、物理的な距離とか、このなんだろう、境遇的にも来れることが幸せだし、こんなね素晴らしい作品にまず出会えて本当に幸せで、出会った年にこんなねライブやってくれて、で演じてる方たちもね、演出で作り上げてる皆さんも最高で、本当にすごいものを見たなって思うのに、楽しめてない自分にもなんかめっちゃ嫌だなって思って、嫌だなって言うとちょっとマイルドなんだけど、なんかすぐこうやって悔しがりになっちゃうの嫌だなって思ったんですよ。なんでこんな別に何もやってないのに悔しがる、なんていうの、資格がないというか、何もそれを目指しててオーディション受けてたんだけどなれなくて、俺はなんでここから見てるんだろうみたいだったらまだわかるけど、別にそうでもないのになんか悔しがっちゃうところにも、なんか本当もうこの心って本当マジでなんか
ままならないなみたいな嫉妬とかもするしっていうのを結構感じてた10月9日の公演なんですよ。でその時にありがたいことに、SNS を通じて会ってくれる、会おうねって誘って会おうねって言ってくれるお友達がいて、会ってくれて、すごかったねみたいな、終わった後に会って話して、お互いね、一人で全部のキャストさんキャラクターのこと見れないから、こういうところあってさ最高だったよねとか、これすごいねとか、もうこれでよかったねとか話したんだけど、その嬉しいんだけど、でもなんか悔しいんだよねっていうのをその友達に言ってしまって、本当は言うべきではなかった、みんなが楽しい気持ちをこう膨らませてこう大切に抱えていて、それをね共有してくれてるのに、なんだかよくわかんない悔しいっていう気持ちを言ってどうすんだって思うんだけど、言っちゃって、それ言っちゃうのもほんとさ、自己中だよねって思いながら、でも本当のことなんだよなと思って、で悔しくて、それは結構その時思ってたのは、なんだろう、住む世界が違うように思えたのが結構嫌だったっていうのが自分の中にあったんですよ。当時のね言葉とか日記とかを思い出すと、今はそう思ってないから、その時の気持ちがもう思い出せないんだけど、その時はその出てる人たち、特に和也くん役やってる健人くんとかともう住む世界が本当に違う、交わらないっていう感じのがすごい嫌だったんだよね。でしょうがないよ、あんなにかっこいいんだもんとかって、言ってくれるわけじゃん。でそれ本当にさ、そんな意味わかんないこと言われてそういう風に返してくれるの本当にさ、優しいというか寛大というか、ごめんねって感じなんだけど、本当にありがとうって感じで、あんなにねかっこいいんだからしょうがないよって言ってくれるんだけど、その言葉にまで私はムカついてはないんだけど、いやしょうがないで済ませないんだよなと思って、それは口には出さなかったけど、何がしょうがないで済ませられないでしょと思って、なんかと本当にすごいなって今思い返してすごいなって思うんだけど、当時の私はそこでめっちゃ心がすごいこう逆立ってたっていうか、燃えてた、いい意味の燃えるっていうよりも本当にその自分が燃えてないことに対してこ燃焼できてないこと、自分が今までの人生を燃焼できてないことに対して苛立ちの炎みたいなのが結構あらわになってて、それが抑えられなかった。興奮してるのもあるし、その開放的になってるからそれが抑えられなくて、他人とねそうやってコミュニケーション取る時にも出ちゃうぐらいだったんですよっていうのがあって、そういう公演でもありました、思いました。はい。でその後に、いやでも考え直せるはずだと思って、なんて言うんだろう、結構メンタルクリニックじゃなくカウンセラーの先生とかに教えてもらったこととか思い出して、いやコントロールしようと思って、どうしても私は結構競争心とか、攻撃的というか、なんでもっと上に行かないんだみたいな、行けないんだ、行こうとしないんだみたいな発想が割と出てきちゃう人意識してないと、自分に対しても、人に対しても結構だから、それもうやめたんだったと思って、いや穏やかに行こうって、こんな別になんていうんだ、もう強くなろうとしなくていいしと思って、まず幸せだよねっていうことをこ思い
っていう部分をこう持ち上げていって、悔しさ半分嬉しさ半分ぐらいの感じでその日を終えることができたんですよ。その時にそう光源氏の曲聴いてたり、その時がね公演が終わってから台風が直撃してたウィークだったんですよ。その前の前の日とかは本当に千葉幕張あたり浦安とか台風爆撃してて、めっちゃ寒いし超雨降ってるし、めっちゃ本当にめっちゃ寒くて寒かったんですけど、その日の帰る時もホテルに帰る時も雨降っててパラパラなんだけど、なんか本当に自分の今の心模様と空一緒だなと思って、こんな感じなんだよ今私の心と思って、その雨の中でバス停で待ってる時とかでもバスの中で光源氏の「イフワールドは信じない」っていう結構メルヘンなファンタジーな赤ずきんとか白雪姫とかを題材にしたその出会えたことの不思議、もしもこうだったら出会えなかったけど出会ったこの時代この星みたいなそういう歌があるんですけど、それとか聞いてて、いや本当にそうだよなって、出会えたことが嬉しいし、たとえこのね時代にこの日本に生まれてたとしても、現につい最近までテニムなんて聞いたこともなかったし知らなかったし出会わなかったし、ミュージカルなんてその全く接点のない生活だったけど、だけどこんな素敵な作品に出会えて、でこのねライブにもこう私がテニム出会うの間に合って、で和也くんが出てるの見れて、いや本当に幸せだなと思ったら、心からよかったって思えてその日を終えることができましたっていう、結構波のある、その楽しいからこそなんかこう呼び起こされる部分とかがあって、悔しさもたっぷりみたいな公演でもありました。で長って感じなんだけど、それが千秋楽の前の日の話で、千秋楽の日10月10日に千秋楽昼公演見て、もうその時は、なんかもう悔しいというより、悔しいとかそういうなんだろう、そういうこの楽しみに行ってるのにそれに似つかわしくない感情っていうのはあんまり湧いてこなくて、もうなんか穏やか、逆になんかなんていうの、逆にその興奮もあんまりギャーって感じでもないといえばなくて、なんかもうほんと感謝みたいな、ありがとうみたいな、今日もこの席ありがとうみたいな、なんかもう来れただけで嬉しいよ、もうこれで十分だよみたいな、なんかもういっぱいいっぱいで幸せだよみたいな本当に思ってて、結構穏やかで噛みしめるっていうか、落ち着いた感じの最終日を過ごして、っていうそのレボライの公演期間だったんですよ。で終わってみれば、そのやっぱり一番最初に出てくる感想は悔しいって思ったことなんですよ。レボライの公演自体ではね。って思うくらい本当にすごかった。自分事として考えざるを得なかった。その高校生たちがなんだ歌うね曲の歌詞とかもマジで刺さる。テニスのコロッセオとか例えばっていう曲があるんですけど、なんか自分の不甲斐なさを知るがいいっていう歌詞とかがあって、結構来た。マジで私のことだと思って、とかそのなんて言うんだろう、もう世界で戦ってるわけじゃん和也くんたちは。和也くんたちも戦ってるし、このねテニミュに出てるキャストさんもこんなにエネルギーを生み出して、こんなに人にね生きる気力を与えてるっていうのに私は何をしてんだっていうのが
本当になんかもうたまらなかった。自分のことが、自分を責めはもちろんしないんだけど、私がなんかこう暗く落ち込んでたっていうか、下ばっか見てた時ってなんだったんだろうっていうか、それはもうそうせざるを得なかったから、それでいい、全然いいんだけど、その時間にもこうやって人を笑顔にしようとしてたり、自分のね、テニスで世界一になるとかそういう目標に向かって生きてる人がいたのに、私はもう事実としてその間何か人のためになることとかをしていなかったっていうことを、まあ、改めてというか、まあ初めてというかっていうことが、こう確信をつかれたっていうか、ついては別にいないんだと思うんですけど、自分にとってはここにね出てる人たちや描かれてる和也くんたちとその自分の差がちょっとどうにもひどすぎて、なんかもう嫌だって感じだったんですよね。だけどその観客席から見た時に悔しいって思った時に、その時私はマジで全く歌でそこに立とうとかマジで思ってない。だって本当に何者でもなかったの。本当にそんなことを全く考えてなかったよ。だけどなんで私はそこに立ってないんだろう。私はそこの正面のなんか白とか青の光が刺さってる舞台にいて、なんか歌ってるんじゃないのと思って、その感覚だけじゃないけど感覚がすごいビビッドだったんですよ。それはなんか気のせいとかなはずがなくて、例えとかじゃなくて、比喩とかだったらこんな悔しくならないし、なんか自分にもできるっていう風に、できるのにやってない自分みたいなのに気づいた感じがして、挑戦もしてないじゃんみたいな感じで気づいた気がして、なんかそれが本来のなんか私がこやってのけることというかやれることのような感じが確かにしたんですよ。っていうの感覚の話だから、ちょっとそうなのかってね、聞かされてもそうなんだって感じだと思うけど、でもマジでマジでみじんもそう思ってないならそんなこと急に思わないと思うんだよ。だけど思わずそう思ってしまったの。まあそれを思わせるほどのパフォーマンスだったんだろうし、だけどなんか自分は潜在的にはこれがやりたいしできると知ってるんだって思っての時に、全然現実的ではない、もちろん現実的ではないよ。だってわざわざその話はしなくていいんだけど、現実的ではないけどこんなにマジでわざわざお金かけて楽しみに行ってんのに、悔しくてペンライトを触れないことになるくらいマジの気持ちだった。気持ちっていうか、気持ちっていうとなんかさ実体がない感じがするじゃん。だけどなんか確かにそうだったんですよ。で私は心の中にというか自分の中の神様に、私の未来、私もああいうことができますよねって、私もそういうことをやれますよねっていうふうに神様に聞いた、語りかけてたみたいな。
確認してたっていうか、答えて欲しかったっていうか、自分に問うてて、その公演終わった後、千秋楽終わった後の帰り道とかで思ってて、それはまあ結構私にはよくあるいつものパターン、なんかそういう風にね、自分に話しかけるっていうのはよくあることなんだけど、それに答えてくれたんですよ。なんかね、ぼかす言い方になっちゃうからちょっとあれなんだけど、まあぼかすしかないからぼかすんだけど、私はそこにああいう人たち、あんな素敵な人たちと一緒に立って歌ってますよねって、あのステージで、あの正面のステージで立って歌ってますよねって、なんか何か歌か、その時は歌とは決めてなかったけど、あそこに立ってますよねって、あの中にいますよねっていう風に、そうとしか思えなくて、そうでしょ、イエスって言ってみたいな感じで思ってたんですよ。そしたら、まあ、そうだよって言ってくれるようなことが、まあ、その日あり、その時に、あ、本当に私はできるんだっていうのを、なんかもう先に答えを知ったんですよ。あんたはできるから今ここに来てるんだからねって、できるからそう思ってんだからねって神様に言われてる気がしたんですよ。だからあの場所に来させたし、ここにあんたは今いるし、あんたがそういうことを思ってるのはマジでできるからだよっていうのを神様が教えてくれたようなことがその日のうちにあり、その未来の話をしてるんだけど、その未来に思ってるようなことがその日、まあ、起こり、まあ、疑似的に起こり、その時に私は、あ、本当だ、私はその未来に行けるんだと思って、その時に私の世界がすごい、もう本当に天変地異っていうぐらい180度変わったんです。そんな日が10月10日なんですよ。2年前の長い話長いし、たまにちょっと前歯見えてるか確認してたけど、やっぱりリとかもちょっと滑舌が、ああそうなんかね、そうなんかそう一番肝心なところはぼかしてるから、はって感じかもしれないけど、まあ、それは後になれば分かることだから、今よくて本当にそれは私にとっての話でもあるし、じゃあそれでやろうって本当に、いや私やるぞって、これでやってくぞって思ったのは半年後で、そこに行くまでに結構悩む過程があったんですけど、この日のこの出来事と、まあ、学びと、この時なんか知んないけど異様に悔しがることができたこの時の私が持ち合わせてた気持ちのおかげで、なんだろう、今こうやってここにいられてるし、なんといってもできるよって思わせてくれた出来事に関係するんだけど、やっぱ一番っていう言い方でいいのかわからないけど、一番っていうか和也くんだけしか興味ないっていうと普通の言い方になっちゃうんだけど、和也くんを私は見に行ってて、その和也くん役をやってる小野健人くんの、まあ、演技とか人柄とかそういうところまあ、初めて見たりして、なんか本当に素敵な人なんだなって思って、もちろんその
本当にただこの公演その期間だけだし、ほんのちょっとだし、みんなねいっぱいたくさんの出演者の方がいるから、ほんのちょっとしかなんていうの、ケント君の中の全部をねもちろん知ることができたわけとかでは全然ないけど、でもそういうなんかこういう人って素敵だなみたいなのを初めて思って、そういうケント君のなんだろう、なんて言ったらいいのかね、そのまとってる空気というかとか、なんかそのどんな気持ちで向き合ってるのかなとか、いやそんな難しいことじゃない、そういう難しいことを思ったわけじゃないんだけど、本当になんか素敵な人が演じてくれたんだなって、こんな人素敵だなっていうのを、人のこういうところって素敵なんだなとか、逆にとかを初めて思った日でもあって、自分にとっては本当に人生が変わった日って言える日、本当に人生が変わった日、その自分がね今ここにいるんだっていう感覚、今私は過去でも未来でもなく今ここにいるんだっていう、この私の足の裏がついてる地面、その地面の上に私は今ここの点のここにいるんだっていう感覚を初めて知ったり、なんか私の居場所ってここなんだなって思えたり、私はね留年してて、今日学位期もらってきたんですけど、留年しててたり、人よりね歩みがものすごく遅いところがあったりして、結構回り道して自分ではね知ってるような気がする、進むの遅いし遠回りしてるし、私決められたその年数で進められないしっていう自分に、少なからず劣等感はあったんだけど、それでもいいんだって、なんか本当にやだってもうやだでいっぱいのなんか毎日だったけど、特に大学入ってからだけど自分のペースではこの自分が信じたいものを信じて、自分が納得できないものとか、自分がそれにはこう加担したくないなって思うものには加担しないようにして、なるべく自分にとっての真理を行こうとして進んできたんですよ、自分的には。周りから見たら旗迷惑なやつなだけではあると思うんですけど、そういう風に進んできて、で、分からないまま、なんて言うんだろう、適当にその折り合いをつけて進んでいくとかっていうのができなくてとか、そういうところでその自分のこの進み方のこの曲がり具合とか遅さとか寄り道具合とか、そういうものを肯定できなかったしたいと思ってるけどしたいと思ってるみたいな、できてないからしたいと思ってるみたいな感じできて、だけどこの日どれだけ遅れてても遅くてもゆっくりでも立ち止まってもそのペースでいいんだっていう風に思えたんですよ。もちろん人と比べて早いとか遅いとかマジで関係ないしだし、止まっても
本当に次の右足一歩を歩き出す元気がなくても、実際そこから歩けなくても、止まっちゃっても、それでもそのペースでいいし、そのタイミングで止まって動ける時がもし来たらまた動けばいいし、なんかそれでいいんだっていう風に心から思えたんですよ。その時になんか全てはベストタイミングなんだなって思って、一番大きな学びかもしれないね、大学在籍期間の中で。その日とかも例えば本当に無計画に生きてるところあるから、ホテルとかもね、予約取るの前日とかだし、ホテルから会場までね、次の日の朝行くのに手段とかわかんないから歩いて1時間ぐらいキャリーケース引いてね、移動したりしてたんですけど、なんかもうそういうのでもいいんだなと思って。とか、その日のね、夕日が綺麗だったから途中で友達と歩いてる途中にペデストリアンデッキで止まって空の写真撮ってたりねしたり、その会った友達になんか、何してる人なのみたいな話とかして、いや実は、大学生ではあるんだけど事実何も勉強してなくて留年しててみたいなとか話したり、そういう時間すらも無駄じゃなくて、本当にそれでいい、本当にそれでいいの。泊まりたい時に泊まって空の写真撮ればいいし、友達と喋りたければ喋ってゆっくりゆっくり歩けばいいし、探し物があれば途中で探し物したっていいし、もうそこで歩けないと思ったらそこで止まっていいし、本当にそれでいいんだって。遅いから不幸とかそんなこと全くないし、自分のペースで歩いてるから本当に今出会えてる人と出会えたんだなっていうのを思えて、なんかこれまでの幸せだったんだけど、その幸せが、自分は幸せなんだけど周りが思う幸せとなんか違くて、もっとこうした方がいいよとかこうしてほしいとか言われて、なんかそれだとなんかダメだな。なんかちょっと両親ともね悲しませたくはないし、むしろ喜んでほしいし、せっかく産んでもらったから大切にこの人生生きたいと思って、この時間のね使い方とか生活とかね選び方してるんだけど、それは両親が思ってる、望んでることと違ったりして、結構お互いねボロボロになる感じで話し合いとかもしてきたところだったから、なんか申し訳ないなって思ってて、だけど申し訳ないのは申し訳ないんだけど、なんかでも本当にこれでいいんだなって思ったんですよ。なんか自分のことが肯定できたんですよ。都合のいい捉え方かもしれないけど、なんかこのペースで歩いてきてよかったんだと思って。元気がなければうつむいて歩くし、歩幅も小さくなるし、前向けないし、まっすぐ歩けないし、進まないし、行きたいところもないし、どっちが前だかもわからないし、次もし一歩を踏み出してもその踏み出した先に地面があるとは限らないしって思ったけど、なんか私が私でよかったなって思えたんですよ。
全てはベストタイミングなのっていう思えた日でもあったし、その私が私でよかったなって思えた日でもあった。例えばレボライの着ていくね、せっかくこういう楽しいライブがあるんだから、やっぱ自分が着たいものを、特に自分が着たいものとかを着てこだわっていきたいじゃんっていう時に、着たい服がなければ自分で作ろうと思って T シャツ作ってたり、そういうのもする自分でよかったなと思うし、結構私のファッションは肌見せるのとか割と好きで、お腹出したりとか太もも見えたりするのとか好きだったり、あとアニメのね T シャツとか着るの大好きなんですけど、そういうのを着てて、なんかそういう目いっぱい自分が好きなものを表現する自分でよかったなって思ったし、あとバッグとかもね、キャラクターのジョジョのリゾットネイロさんのプロシュートのねトートバッグとか、そこにケントくんとかカズヤくんのキーホルダーとかブロマイドとか、あれなんだろう、カードとかいっぱいつけてたりして、それはレボラエのだからじゃなくて、どこに行く時もそりゃそうなんだけど、氷定のねカーディガン着たり、ジョジョのディアボルトドッピオの T シャツ着たり、ワールドトリガン T シャツ着たり、このチャンネルでもそうだと思うんですけど、毎日大学行く時も、アルバイト行く時も、仕事行く時も、遊びに行く時も、もちろん家にいる時も、なんか、自分が表現したい欲求があるから表現してる自分でよかったなって思った。そういうなんか結構派手だし、変わってるって言われることもあるし、あんまり見ないような、なんつうんだろう、装飾とかもすることがあるから、それって人によってはダサいと思うだろうし、思うんだろうなとかってちょっと思ってたりもしたけど、なんか私はこれで良かったなって、人がどうこうっていうのは関係、置いといて関係なくて、なんかこれでなんかすごいこうで良かったなって思えたんですよ。このおかげでジョジョ好きなのって話しかけてくれたり、なんかワールドトリガー見てるのとか、それ氷定のカーディガンだよねとか、テニプリ徳川くんが好きなんだねとか、そういう風に人ともつながれたりするし、何より自分が嬉しいし、そういう表現することをいとわない、楽しんでる、意図的にその意図を持ってその服とかカバンとかを選んでる自分をなんかめっちゃ最高だなって思えたんですよ。 T シャツとかもね、なんかミシンの糸途中で足りなくなっちゃって、上糸じゃないや、ボビン、いや上糸が足りなくなっちゃったのかな。で白いシャツに白い糸でこのね T シャツの裾とか塗ってたんですけど、糸足りなくなっちゃって、でももう深夜だから糸を買いに行けるわけないし、だから途中でめっちゃ意味わかんないところでも色が青に変わってたりしたり、こことかミシンでこんな器用に丸く襟口縫えないからボンドで貼ってるんですけどだからもう近くで見たら本当に最悪っていうか、やばい服なんだし、その大きさとかも布で塗ってればちょっと伸びるからいいものを、ボンドでガチガチに固まってるから伸びなくて、頭がまず本当に頑張らないと通らないっていう、そういう仕様のライブの日でしか1回ぐらいしか着れないよなっていう仕様のとんでもない T シャツだったんですけど、それでも本当にあんなバカなことして作ったけど、なんか作ってよかったなって、夜中3時ぐらいにめっちゃなんかハイテンションになって自分のこと褒めながら、いやめっちゃ縫うのうまいよとかって言いながら作ってよかったなって
思ったり、そうね、ちょっと今楽しくなっちゃって何言うか忘れたけど、やっぱりケント君と会ったことで、なんて言うんだろう、私がこの今ね立ってる地面の先には人が立ってるんだっていうことを感じたんですよ。なんか今も若干そうなんだけど、私ってこのなんか世界の中に私一人でいる感じがするんですよ。孤独とかそういう意味じゃなくて、あんまりなんか他にも私と同じように生きてる人がいるっていう感じが多分あんまりしてない人だと思うんですよ。自分はそう思ってるんじゃないかなって思うんだけど、でなんかそうね、本当にまず地面があるっていうことに驚いて、いつもね本当に例えじゃなくて本当に事実として空ばっかり見てて、なんかこう私と他の人はこの地球とその空にある星みたいな感じで、本当に別の星に一人ずつ住んでるみたいな、それまでの私の対人関係の感覚ってそういう感じだったなーっていうことに気づいたり、だけどこの地球の地面の上に立ってるんだと思って、私以外の人もだから、私がこの地面を歩いていけば他の人と出会えるんだっていうことに気づいて、それがなんかすごい嬉しかったし、なんかいろんな、本当に自分では当たり前だったから気づかなかったけど、結構極端なそのなんだろ枠に当てはめた人間関係を今まで作ってたんだなっていうことに気づいたりとかで、普通なんか人間関係ってそういう風に分けないんだっていうことに気づいたんですよ。私の中では多分そのすごい大きな最初の仕分けみたいなのがあって、それがもう尊敬できるかできないかっていうのがあって、なんかそうやって人をそもそも分けてたんだっていうことに気づいて、本当に最悪な人だなっていうことにその後ね、悩んで悩んで気づいた、そういうきっかけとなった日でもある。それくらいなんか今までの自分の、うん、おかしさっていうか、おかしいところはみんなあるから、それはなんか違うんだけど、自分が自分で勝手にそうやってなんか苦しめてんじゃんみたいなのに気づいて、なんかそれってそりゃなんか極端だよねみたいな、そういう区切りなくてもいいじゃんみたいなところに気づけて、すごい楽になっていった日でもあるし、そうやってなんか私は、まあ、好きとか嫌いとかじゃなくて、尊敬できるやつか尊敬できないやつかっていう、まあ、二択の感情しかなかったぐらいの感じなんですよ。だからなんだろう、頑張ってないやつは全く素敵ではないし、その人間の何を好きになるかって言ったら、何か目標があるか、頑張っていることがあるか、それを口に出しているかどうかでぐらいしか、その私が人に惹かれるポイントってなかったんですよ。だからなんだろう、その周りをよく見てるだとか、気配りができるとか、その物事の見方を柔軟に変えられるとか、そういう人の良さ全く分からなくて、分からないというか感じてなくて、そのうちの一つに優しいっていうのもあって、優しいっていうのが人のいいところだとは思ったことが多分一度もないんですよ。優しいからいいとはならなくて、優しくたって私には何の魅力にも思わないし、性別関係なくね、もちろんし、むしろ甘いならなんだろう、それはもっと自分としては好ましくないことだし、優しいの何がいいのみたいな
優しいことのどこが素敵なところなのって思ってたし、実際私はマジで優しくない、本当に狭いっていうかこういう性格だったし、なんですけど、そのいろいろね気づきがあったことで、うわ優しいって素敵なことなんだっていうのに22歳にして初めて気づいた日なんですよ。って思ったら、本当に人によってはそんなの教わらなくたって生まれた時から知ってる人もいると思うんだけど、私にとっては今までまるで全くなかった学びで、そういったその情緒的なところとか、私がなんか本当に知りたかったところってそういうことで、自分に欠けてるものがあると思って大学入ってから小説、物語形式の小説、箇条書きじゃない小説とか読むようになったりして、どうしてもその自分の心の中に足りてないものが何なのかっていうのを知りたくて、欠けてるっていうのを感じてて、それをこう育てていきたいという思って本当に過ごしてたんだけど、でもそれって別に大学の教室では学べないから、いやなんかそうじゃないんだよ、それより先に知らなきゃいけないことがあるんだよなって人として思ってて、でそう思ってた自分に必要な学びがなんかこのレボライの最終日の10月10日にやってきたんです。この一日が本当に素晴らしい日だし、この一日があったことでそれ以降の今日に至るまでの日々で、これってこう思ってたけどこうなんじゃないかなとか、きっとこうできるとか、これもいいことだったんだとか、これはこれで素晴らしいよねとか、なんかこれってなくていいんじゃないとか気づくことたくさんあって、もちろんまだまだなのは承知してます。だけどこの一日があったからこうやってね音楽でやっていくっていうことも選べてるし、そのこれからね新しいことをこの年でやるってなって、この年からとも正直思ったけど、でもこの日にどれだけ歩みが遅くてもいいんだって、私には私のタイミングがあるから、ゆっくりと一番遠回りしていこうぐらいの気持ちで全然いいんだと思って、止まってもいいし寄り道してもいいし、全然遅くても本当に進んでないように見えるぐらい、進んでなくてもいいぐらい、もう全然いいの、もうそれでいいんだって、どんなに遅くても上手くなるのがこの曲線がどれだけ緩やかでもいいんだって、自分には自分のタイミングが絶対あるからいいんだと思って、それを信じられるからこうやって始められてるところがあります。そういう、抽象的なんだけど、私がこれから先生きていくのに必要な学び、この一人じゃないんだっていう、この地面はつながってて同じ地面の上に立ってる人がいるんだとか、でも私は今ここにいるんだっていう、今がここにあって、未来とか過去はこの水面のとこに一滴雫が垂れたらそれが今で、そこからこう波紋がこうやって広がっていくじゃん。この波紋のところが未来とか過去だったりする。で今がこうやって広がっていくと過去とか未来になるって感じで、なんか広大な今が広がってるだけなんだっていうことを感じたりとか、なんかすごい感じたことがないというか、私の居場所ここなんだっていう、そのセリフに尽きるんですけど、感じたり、自己表現ができる私でよかったって思ったり、全てはベストタイミングなんだって思ったりして、私はあのステージに立ってますよね、立ってるでしょって、
私はなんで立ってないの、立ってるでしょって思ったら、そうだよって、立ってるよって答えてくれる始まり、私の問いがあって問いが始まった日でもあったのかなっていう感じがします。このね公演自体の感想はまた別にあって、このライブっていうね名前の通り本当にみんなね命がけでそのそれぞれのねモデルだったり俳優だったり歌手だったりアーティストだったりパフォーマーだったりダンサーだったりいろいろねある中でこの縁があって、この出来上がったチームで作ってくれてるこのそういう必死に真剣に生きてる人たちが作ってくれてる舞台で発せられるものがどれほどのものかっていう、そういう話は今回はしなかったんですけど、このねレボリューションライブ2022のがくれたエネルギーのおかげで私はこうやって今日を生きています。本当に原動力っていう言葉ってこういう意味なんだなって最近思ったんですけど、本当に原動力っていう言葉の通り、この日のケントくんとかみんなの歌声とか曲の音のこの響きとか、あの空間の熱量とか光のこの鋭さとか、あそこにあったエネルギー、受け取った衝撃で私は今生きてて、そこに向かって進んでいるんだなって思います。本当にみんなテニメとケントくん、カズヤくんとテニプリ書いてくれてる好み先生、テニプリ原作、テニプリのキャラソンとか支えてくれてるみんなとか、同人誌を書いている皆さんとか、 SNS を通じて仲良くなってくれたみんなとか、一緒にテレビを見に行ってくれたね友達、親友、幼なじみたちとか、テレビのね話を聞いてくれる妹とか、本当にみんなのおかげでこうやって今日も生きてるなって、本当にそれに感謝して毎日幸せです。こんなにねなんかありがとうっていう人だったのかな私はって最近思ったんですけど、本当にありがとうが尽きないですね。そのありがとうをケント君に返したくてやってるんですけど、そうやって返そうと思ってる過程でどんどんありがとうって思うことが増えるし、伝えたい人がどんどん増えていく。いや私が伝えたくてやってんのにどんどん増えていくなと思ってるんですけど、そういう日々を過ごしています。それからね2年経って、その時私が思っていた私と比べてどうなのかわからないけど、想像できなかったんですよ。それまで本当に明日のこと、3秒先のこととか本当に真っ暗で想像できなかったけど、当たり前に私はこの先のことを考えられる。だからこそ今に集中できるけど明日がある、その先があるっていうことを前提に今日もやることやろうって、今日はこういうことができるかもしれない、この日には私はこういう歌を歌って、それを聴いてる人はこういう顔になってて、こういう場所でこういう雰囲気になってて、これくらいの人がいて、なんかマフラーしてて、こういう拍手しててとか、どんな感じで会釈してとか、そういうことを想像できるし、それが想像できる明日があると思って、当たり前に明日があると思って生きられることが本当に安心するし、ありがたいなって思いますね。長くなっちゃって編集どうしようっていう長さになっちゃった。端末重くなりそうなんだけど、今日2年経って私は歌のためにこうやって
音楽の部屋があるここに引っ越してきて、ピアノもねコードでたどたどしいけどコードのアルファベット見ればその音を抑えられるようになったし、それ2年前は全く何のことか分からなかったのに、諦めてたのにそれも弾けるようになったし、ギターも始めたし、テニミューの格好をしてステージにも立ってるし、自分で作曲してそれをステージで自分の曲を自分で歌詞書いて、そのテニミューのこの10月10日のことを歌詞に書いてそれを披露してるし、目指すところから考えたらまだ本当に最初の 1% とかかもしれないけど、そうやってちょっとでも変わってるんだなって思うと毎日毎日楽しいし幸せです。こんなに毎日いやもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、今の何がダメだったんだろうとか、もっと開かないのかなとか、いや明日はこうしようとか、そうやって毎日毎日やりたいことやることがある生活にしてくれたのもケントくんのおかげだから、本当にこのねレボライの期間だけ、その5日間とかその1日だけじゃなくて、この先一生こんな楽しみがある生活をくれたんだって思うと、本当になんか頭が上がらないっていうとなんか違うけどなんか本当に返そうって思う。この感謝大きすぎるけど、こんなに幸せなんだもん、やることがあって。私のね人生の目標は歌を始める時に固くもう決意したから、その時の決意でもう杭は打たれてる、アンカーは打ってあるから、そこのことは考えない。ただそこに引っ掛けて、そこでこうやって手繰り寄せてそこに行くだけです。本当にこんなに楽しくて、夢があって目標があって、それを叶えようを達成しようと思ってそこに近づいていくこの毎日がもうすでに夢の中だし、ここをたどっていく道のりも険しいわけじゃなくて、こんなに幸せなんだって思うと本当に周りの人に恵まれてるし、 B のね皆さんの顔ずっと頭の中に浮かんで、最近本当にずっと浮かんでるんだけど、スタッフの方ももちろん百瀬先生も恵まれているし、家族もねここまで支えてもらいましたし、妹も本当にありがとう。私もね決めたことは絶対やるから、明日も明後日もその先もちょっとずつ毎日やることやって楽しみながらね行きたいと思いますはい、今年の目標はね表情筋だから、ちょっとずつ顔もここのほっぺの筋肉ついてきて、ちょっとずつとカメラじゃ分かりにくいかもしれないけど、鏡とかで見るとここがへこんでてここが持ち上がってるの分かって、結局声帯が伸びてないとなぁとは思うけど、やったことは確実に筋肉になってきてるし、やったらその日とかその月1ヶ月のうちにできるってわけじゃもしかしたらないのかもしれないけど、やればできるようになるし、自分はその自分を信じられるし、自分が上手くなるのを待てるから、そんなね自分のこんなずぶとい心にも本当に感謝だし、そうだ監督とかねコーチにも手紙書こうと思ってるんだけど、本当に自分のこと大好きだなって思えるし、なんかそう思えるのも和也くんとか健人くんと出会ったからかなとも思うし、素敵な人に出会ったなって思いながら、私も
負けないぞっていうか競ってるわけじゃないけど、私もと思ってやってますやってます。和也くんもね、スペイン戦もうちょっとかな。私もちょっとずつちょっとずつ、本当にちょっとずつ、一番ちっちゃい成長で、毎日一番ちょっとのことでいいから、ちょっとずつちょっとずつ成長して成熟して、自分が持ってるものを生かして、余計なものは削ぎ落として、楽しんでニコニコで毎日幸せにちょっとずつちょっとずつね、心のつま先を行きたい方に向けて気楽に行きたいかなと思います。じゃあ改めて長くなりましたが、今日2024年10月10日のビデオはここまでにします。1年後のね、自分こうなってたいなとか考えてもいいのかもしれませんね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。1年後の私も楽しみにしてます。どんな風になってるかな、何ができるようになってるかな、今から楽しみにしてるので、もし1年後見てたら教えてね。じゃあ今日もありがとうございました。